ベトナム南部ラムドン省ファンティエット市。南シナ海と面しており、美しい景観とビーチで人気のエリアです。特に風光明媚なリゾート地ムイネーは外国人旅行者にもよく知られています。しかしながら今回は定番観光地を避け、本土から遠く離れたフークイ島を訪れることにしました。手つかずの自然が今なお多く残る静かな秘島。そんなフークイ島で過ごす秘密の島時間をご紹介します。おはようございます。現在朝の4時。フークイ島へ向かう高速船が出港するファンティエット埠頭へとやってきました。ファンティエットではすでに2泊しており、旅としては現在3日目。実は初日からずっと体調が絶不調でして、それでも旅程をこなすべくフークイ島に向かいます。イートインスペース付きの24時間営業コンビニがあるので、早く着いてしまっても安心ですね。真っ白な高速船、こちらが今回乗船するスーパードンです。チケットのバーコードを提示し乗船。外国人の場合、こちらでパスポートの提示も必要となります。ベトナムの島の一部には外国人が立ち入る場合、事前に許可を取得する必要のあるものもあります。私が訪れた2025年5月時点では事前の許可申請は不要でしたが、パスポートの情報と合わせて島を訪れる外国人を管理しているのでしょう。特にフークイ島は南シナ海に浮かぶ島ということもあり、戦略的にも重要な場所なのだと思われます。船内の座席は4列の計8列。シートピッチは割と余裕がありますね。フークイ島までの所要時間は2時間半。ネットがつながらなくなることもあるので、暇つぶしの手段はあらかじめ用意しておこう。ポロロ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 。船めっちゃ揺れます。船酔い対策はきちんとしていきましょう。はい、ようやっとフークイ島南部の埠頭に到着です。ただでさえ体調悪いのに完全に体力を持ってかれたわよ。今回私は宿泊するホテルからバイクをレンタルしました。持っててよかったベトナムの運転免許。宿の人が埠頭までバイクを持ってきてくれているので、今から合流するよ。ファンティエット市から南東約120キロの沖合に位置する離島、それがフークイ。行政区分上はフークイ特区となり、本島とその周辺にあるいくつかの小島から構成されています。本島の面積は約18平方キロと比較的小さな島で、周囲は約30キロほど。島の人口は約3万人で、その多くが漁業に従事しています。島内に公共交通機関はなく、グラブなどのライドシェアリングサービスはおろか、タクシー会社もありません。そのため、島内の移動は原則としてバイク一択となります。バイクを運転できない方は、運転手付きのバイクや車の手配が可能かどうか、宿泊先に相談してみてください。島の楽しみ方としては、基本的にはバイクで各地を巡り、のどかな暮らしの風景や自然を楽しむことがメイン。まずは、透明度の高い海と美しい砂浜。個性的なビーチは島の各所に点在しているので、お気に入りの場所を見つけてみてください。続いて、景勝地巡り。例えば、透き通った海水と奇岩が織りなす絶景や、フークイ灯台のふもとから望む360度のパノラマビューはいかがでしょうか。
なんで私は体調が悪い中、トレッキングをやっているのか。はあ、そろそろチェックイン時間だし、一度ホテルに戻ろう。今回宿泊するホテルが、こちらのチャンキーホテルフークイ。予約したお部屋はデラックスルーム。Facebook から直接予約しました。自然光を2方向から取り込む大きな窓が特徴の開放感あるお部屋。シャワールームはシャワーとトイレが仕切りもなく一体となっていますが、まあしょうがない。洗面台が広いのは良いね。お湯は出たり出なかったり。基本的には快適な滞在でした。不潔感はなかったし、虫も湧いてこなかったし。ホテル周辺を紹介します。近辺には朝食を食べられるところがいくつかあります。こちらは米粉の蒸し焼き一口パンケーキバインカンのお店。イカ、うずらの卵の2種類のトッピング。千切り青マンゴーと一緒にどうぞ。炭火特有の香ばしさがあって美味。つけだれは肉団子入り。これもまたうまし。おや、何の変哲もない路地に謎の行列が。何事？どうやらこの一本の木が屈指の映えスポットらしく、写真撮影のために皆さん行列を作っていたのでした。いや、確かに背後の海含めて綺麗だけど、コンテンツとしては弱くない？しかもこの行列、朝の7時くらいからできてるんですよ。あと、この坂道も映えスポットらしいです。ご参考まで。ちなみに、バイクのレンタル料は1日15万ドン。ホンダのビジョンというスクーターだったので快適でした。まあ、燃料系が壊れてて、それに気づかずガソリン切れを起こしたのは別の話。さて、フークイ島は離島ながら、島の中心部はなかなかに栄えています。昨今は旅行先としても注目されていることから観光客も多く見られる。一方で外国人の姿はほとんど見られないためか、外国料理のレストランは皆無。そんな中、島で唯一の日本食レストランを見つけちゃいました。日本人がほぼ訪れない離島にある日本食屋、気になりますよね。白母の住宅街の中で暖かな光を放つお店。こちらが九段の日本食レストラン、居酒屋ハスガです。酒瓶やとっくりなどを並べ、離島で物が少ない中でも日本らしさを演出しています。壁には漫画のコピーがびっしりと貼られており、なぜかドラベースのベトナム語版コミックが。なんかメニュー全般が異常に安いのですが、どういうことなの？巻き寿司が3万ドン、寿司盛りが5万5千ドン、カツ丼、親子丼が4万ドンなど、日本食に必要な食材は最寄りでもファンティエットから取り寄せることになるでしょうし、ものによってはファンティエットでは手に入らないものもあるでしょう。着丼いただきます。まずはうな丼。うなぎの量が少し寂しいですが、冗談みたいな価格なので何も文句は言えません。うなぎの上にはかば焼きのタレもかかってるし、うな丼のエッセンスが感じられます。ご飯もちょっとパサついていたものの、ジャポニカ米を使っているみたい。ちなみにうな丼には別添えのタレがついてきたのですが、ベトナム醤油でした。あとはお酢ベースのドレッシングがかかったシンプルなサラダと、こちらは唐揚げ。残念ながらほとんどを衣が占めていたのと、下味がついておらず無味でした。ただ価格の安さを考えたらやっぱり文句は言えない。だって4万ドンですよ。そもそもフークイ島は全体的に物価が安いです。立地上戦略的に重要な場所だろうから、人を住まわせるために政府から補助金でも出ているのか。謎。
そうそう、居酒屋蓮田以外にも日本のエッセンスと出会うことがありました。島東部に位置するドリンクスタンドで抹茶ラテを発見。ベトナムで大人気の抹茶ですが、離島にもブームが波及しているようです。どうせ色が緑なだけの抹茶風味シロップを使うんでしょなんて高をくくっていたのですが、きちんと抹茶の粉末を使用してお茶を立てていたのでした。さすがに茶筅ではなく電動のミルクフォーマーを使っていたけど、ちなみに価格は25,000ドン、量は1リットルです。安すぎてもはやギャグの域だよ。相変わらず体調は芳しくありませんが、せっかく離島までやってきたのだから透明な海と美しい砂浜を見たいということで、島北東部の本殿ビーチを目指してバイク爆走人生。島の自然を生かしたオープンカフェが併設されているそうなので行ってみます。駐輪場らしい駐輪場がないですが、とりあえずここにバイクを止めていきましょう。かやぶき屋根のカウンターやパラソル、木製の椅子やテーブル、竹を編んだような椅子、ここが目的のカフェアンティエムです。砂浜にもテーブルや椅子が設置されており、海を間近に感じられる開放的な空間。目の前に広がる美しい海と空を眺めながら過ごせる最高のロケーションです。視界を遮るものはなく開放感マックス。店名はベトナムの伝説に登場する王子マイアンティエムに由来。無人島へ流刑になった王子がスイカを栽培して生き抜き、その知恵と忍耐強さが認められて本土に戻ることを許されたという伝説です。店員さんは外国人慣れしているようで英語もお話になります。島での滞在中、港を除いて唯一外国人を見かけた場所でもありました。というか、私以外の外国人は主にどこで何をして過ごしていたのだろうか。そんなこんなで最終日の朝、ここでようやく旅の初日から沈んでいた体調が回復しました。何なんだよ一体。ではこの辺りでまとめに入りましょう。島を訪れるベストシーズンは乾季、それも波が穏やかな12月から4月。雨季はフェリーの欠航リスクが高まるため注意しましょう。高速船のチケットは必ず事前に予約すること。特に週末や連休は混み合います。天候による欠航や遅延は常に考慮に入れ、予定には余裕を持たせることが大事。欠航した場合の代替プランも考えておくと安心ですね。例えばファンティエットに滞在するとか。また島内の宿泊施設は限られています。特にハイシーズンは早めに予約を済ませましょう。島のインフラについて、水道、電気は整備されており問題なし。データ通信も問題ありません。島内には一応 ATM が設置されていますが、数が少ないのと故障や現金切れの可能性も考慮し、ある程度の現金をファンティエットで用意していくことをおすすめ。コンビニやスーパーはなく、必要なものは個人経営の売店で手に入れることになります。幸い売店はあちこちにあり、飲み物や最低限の日用品は容易に手に入れることができます。ベトナム南部の離島といえばフーコック島がよく知られていますが、近年では過剰投資による地価の上昇、オーバーツーリズムによる環境への負荷やサービス品質の低下が危惧されています。フークイ島であれば手つかずの自然が今なお多く残り、過度な開発とも無縁。潮風に誘われるままこの静かな離島を訪れてみてはいかがでしょう。